こんにちは。レザークラフトを楽しめるアトリエネトラポートです。作り方動画170以上、チャンネル登録よろしくお願いします。 A クラスにご登録いただくと限定動画が見放題。一緒にレザークラフトを楽しみましょう。さて、今回作っていくのはこちらのマジック編みのブレスレットギボシバージョンになります。実はこちら型紙が出ていなかったようで、もう結構初期の方にこちらの編み方だけは皆さんにお伝えしていたんですが、3本のノーマルバージョン、こちらの型紙いなかったということで新たに動画を作り直しました。すごく作りやすい作品になります。磨きなどがなければすぐに作れるので、急ぎのプレゼントなんかにも最適だと思います。とりあえず皮をいじってみたいなという方にもとても良い作品になりますし、大人の方がサポートしていただければお子さんも作れる簡単な作品となります。さあ、どうやって編むのでしょうか。マジック編み、皆さんぜひぜひマスターしてみてください。それでは一緒に作っていきましょう。プリントアウトした型紙を厚紙に貼り付けてカットしました。大きさは2種類、長さの違うものがありますのでお好みのものを使ってください。今回使用していくのはギボシになります。ギボシでここを留めていきます。穴を開けるんですけれど、使うメーカーなどによってギボシのサイズなど変わってくると思います。今回私が使用したのは強心 L さんのギボシ 6mm のものになります。この頭のところが 6mm のものになります。で、穴のサイズですが、ギボシはこのように2つの金具が組み合わさっています。こちらはね、ネジになっていて、ここの穴にこう入るようになっていまして、こちらにこうネジを通して留める形になります。ですのでこちらの小さい穴はこのネジのこの頭が入るサイズ、同じく強心 L さんのハトメ抜きですと8号 2.4mm の穴をこちらに開けました。そして反対側が大きい穴になるんですが、この穴のサイズはこの頭のサイズではなく、この首元のサイズ、ここよりもね少し細くなっていると思います。ここがここに入りますので、このサイズの穴をここに開けていきます。今回私はこちらは強心 L さんでいうと12号、3.6mm の穴を開けてあります。そしてこちらの型紙、この2本の線カットしていくんですが、ここに2本切り込みを入れると結構曲がってしまいますので、今回はこの両端に穴を開けておきます。こんな感じで大丈夫です。ゴム台を置いとくとやりやすいです。それでは皮に移していきます。はぎれでも作れますので、余ったところでぜひ作ってみてください。外周を移します。先ほど開けた金具の穴を移します。そして先ほど開けたこの細い点のところにこう打ち込んでおきます。このような形で移せました。そしてこの点々を定規でつないで線を結んでおきます。今回は簡単に床面を処理してもしなくても大丈夫なんですが、持っている方はこのように床面に床ノールを塗って磨いておくと綺麗な仕上がりになります。初めて作る方はねないと思いますが、慣れてきたらこういうのがあると便利です。目の寝る方向に塗って、目の寝る方向にガラスをかけて重しを置いて皮をね平らにすると作りやすくなります。それでは床面がね乾いて皮が平らになったのでカットしていきます。床のれない方はそのままで全然大丈夫です。カットするときは初めての方はやっぱりカッターナイフになると思います。こちら金属製の定規になりまして、こちらは斜めなんですが、こちらはねこうカッターを当てられるように平らになっています。こんなのもあるので、ある方はこうやってね定規を当てながらカッターでカットすることができます。とっても便利なものがあり、作りやすくなります。こうやってカットすることもねできます。
ない方はちょっとねゆっくりじっくりカットしていきます。で刃はちょっと出してもらってちょっとずつこんな感じでカットをしてください。皮はね 2mm の厚さのオイルというこういったツルツルのものを使うといいです。シュリンクレザーというものですとちょっとね柔らかすぎてすぐヘナヘナとなってしまうと思います。線に沿ってゆっくりゆっくりカットをしていってください。もちろん皮包丁がある方とてもね切りやすいです。皮包丁というねこんな大きい包丁もあるので皮包丁でカットすると一番早く綺麗にカットできると思います。もうお手入れもね必要なので刃先がすぐ変えられるお手軽なものも売っています。角を切っていきます。角は一気にねこうグッと切るとちょっとシワシワにシワが寄ってしまったりするのでこのように何回かに分けてカットをしてください。ちょっとねカット面綺麗にいかなかったなという場合紙やすりを使って角を整えてください。でね丸くしてください。四つ角同じように少し丸めておいてください。それではこの真ん中の切れ込みのところカットしていきます。このまま進んでしまうとね切りすぎてしまうこと結構ありますのでこのぐらいまで来たら向きを変えてカットをしてみてください。こんな感じで切り込みが入りました。カッターナイフも一緒です。ちょっと力がいると思いますのでね刃を新しく出してカットをしてあげてください。それではカットができました。型紙に開けたのと同じサイズの穴を開けておきます。はい、イベントで購入された方のキットはこの状態でのお渡しとなります。編んで金具をつけるだけで完成はしますがもしも綺麗に仕上げたい場合こういったものでへり落としという道具があります。へり落としでぐるりと角の鋭利な部分を落として丸みを与えていきます。こういったものね持ってる方はチャレンジしてみると作品の仕上がりが変わってきます。こんな感じで角が削れてすごく楽しい道具になります。結構やみつきになって好きな方も多いのではないかと思います。角度と切れ味さえしっかりしていればよいしょこんな感じでずっと無限に削ることができてとても気持ちいいです。もし持ってる方がいたら表全部そしてこの切れ込みのところもね入れられるとこだけでも大丈夫ですのでこんな感じで削ってあげてください。そしてさらに裏側もちょっと削りづらくなりますが削ってあげると丸みが出て上品な感じに仕上がります。ない方は全然この作業しなくても大丈夫ですので参考に見るだけ見てみてください。こちらのトコノールというね磨きの溶剤をここに塗ってですねこの切りっぱなしのところをコバと呼ぶんですがコバのところにトコノールを塗り T シャツの切れ端などでこのように磨くとピカピカにコバが光って仕上がります。お分かりですか？この辺ピカピカしてますね。もっとねもっと綺麗にしたいって方は紙やすり400番の紙やすりで一方向に削ってもう一回塗って磨いてやると1回目よりもさらにピカピカに滑らかに仕上がってきます。上品な仕上がりになると思いますのでぜひお持ちの方チャレンジしてみてください。へり落としないよという方へり落としないよという方も紙やすりとかで角をねこうやって落として磨くでも大丈夫です。トコノールがない方はどちらもしなくて大丈夫です。しなくても味が出るかっこいい作品に仕上がってきます。それでは最後編んでいきます。3本に分かれています。いつも真ん中にあるところに重ねていきます。今回は右側からいきましょう。右を真ん中のところに重ねます。右
するとこれが真ん中になります。そこに次を重ねていきます。右を編んだので次は左です。左を重ねます。右左右と編んだらこの隙間に下をくぐらせます。左は押さえたままです。この左の手は押さえたまま。そしたら今度は左からです。左右左、今度はここにくぐらせます。するとさっきはね歪んでいた下の部分が一度元に戻りました。これで編めています。右左右左右左と編んだのでまた右から編んでいきます。右左右、この隙間に下を入れていきます。少しね窮屈になって編みづらくなってくるので、できれば上の方にキュッと寄せてあげてください。次は左です。左右左、ここに入れ込むと、よいしょ、はい、下の方が治りました。そうしたら右の方、こちらにある方、今ねこう編み目が均一でないので、これをほぐしていって編み目を均一にしてあげます。2セットがちょうどいいかと思います。こんな感じで少しずつずらして編み目を均一にしてあげてください。ではギボシをつけていきます。ネジ式ですので、もう下からこうはめ込んであげて、頭になる部分を取り付けます。指でギューッと押さえても閉まるんですが、頭をこう平らな傷つかないペンチで押さえた状態で、この裏がマイナスになってますので、マイナスドライバーでギュッと締めてやると取れにくくなります。さあ最後、ここに切れ込みを入れます。最後にギボシの頭を通すため切り込みを入れます。切り込みはこちら側に向かって入れます。真ん中のところだいたい6ミリぐらい。この切れ込みを本体に移して、そしてカッターでこのように切り込みをしっかり入れてやると、このような形で切り込みが入りました。この切り込みが入ることによって、この首のところよりも太い頭のところが入ります。こんな感じで完成しました。いかがでしたでしょうか。チャンネル内には太さが少し違う変わり編みというもの、それから本数を変えたもっと5本バージョンというのも出してますので、ぜひどちらもご覧いただいて、バリエーション豊かなマジック編み作ってみてください。それではまた別の作品でお会いしましょう。さよなら。